はじめまして。そしてお帰りなさい。エマイン東京のホスト、エマです。皆さんは日本人と話していて、どうして今謝ったんだろうと思ったことはありますか？日本では何か悪いことをしたわけではないのに、すみませんという人がたくさんいます。今日のエピソードでは、日本人がよく謝る理由と、私が海外で大変だったことについてお話ししていきたいと思います。それではエピソードに入っていきましょう。まず、日本人がすみませんという場面は、実は英語の I'm sorry と完全に同じではありません。人に声をかけるときや、人に何かをしてもらったときも、すみませんということが普通です。例えば、誰かに物を拾ってもらったときに、ありがとうございますではなく、ああ、すみませんという人も多いです。これは、面倒をかけてごめんなさいという気持ちが、まず先に出る日本人らしい性格の表れだと思います。では、なぜ日本人は謝ることが多いのでしょうか？私は日本では人に迷惑をかけないことが重視されているからだと思います。例えば、電車の中で大きな声で話さないこと、列に並ぶこと、ゴミを持ち帰ることなど、日本には人に迷惑をかけないためのルールやマナーがたくさんあります。なので、何か小さなことでも相手に迷惑をかけたと思ったら、すみませんということが普通なのだと思います。これは自分が悪いかどうかを考えているのではなく、社会のマナーを守っているということだと思います。そして日本では相手のことを尊重し、礼儀を持つという文化が強いです。先輩後輩の関係や敬語、お辞儀など、日本の独特な文化からもそれがわかると思います。なので、謝ることに慣れている人が多く、謝ることに対するハードルが低いのだと思います。なので、必ずしも謝るイコール悪いことをしたということではなく、相手の時間を取っていることや、相手に面倒をかけていることに対して謝るという尊重を表現していることもあります。しかし、私は謝ることが癖になっていたせいで、海外で生活した時に困ったことがありました。私はイギリスのカフェでアルバイトを始めた時に、英語がうまく話せず、同僚に迷惑ばかりかけていました。そしてある日、同僚に、今日は迷惑をかけてごめんなさいと言うと、どうしてと聞かれました。私が、私のせいで仕事が増えているし、邪魔してしまっているから、と答えると、働き始めたばっかりなんだから、それは普通でしょ？謝ったら、私たちが怒ってるみたいだよ、と言われて、その話が終わりました。私は日本でもアルバイトをしたことがありますが、謝って理由を聞かれたことは一度もありませんでした。そして、まず最初に謝ることが礼儀だと思っていたので、
彼女の言葉に困惑しました。そしてその日から仕事で迷惑をかけたときに何と言っていいのかがわかりませんでした。でも他の同僚を見てミスをしたり迷惑をかけたときも相手にありがとうと言っていることが多いことに気がつきました。そしてミスをしてごめんなさいではなく、ミスをカバーしてくれてありがとうという考え方なんだなとわかりました。もちろん同僚も絶対に謝らないというわけではなく、謝らなければならないときは謝っていました。でも何でも謝るのではなく、人に悪いことをしてしまったり、嫌な気持ちにさせてしまったかどうかを考えて、ありがとうとごめんなさいを使い分けているのはとても素敵なことだと思いました。確かに小さなミスをされて謝られるよりも感謝された方が嬉しいですし、いい関係や雰囲気になりますよね。それは相手のことを考えられている行動だと思います。日本の礼儀やマナーを大切にする文化は素敵ですが、謝ることは必ずしも相手を思いやることにつながっているわけではないんだなと気づきました。どちらの文化も素敵なので、そのバランスを考えて言葉を使えるといいなと思います。はい、今回は日本人はなぜすぐ謝るのかについて私の考えをお話ししました。皆さんは人に何かしてもらったとき、最初に謝りますか？それとも感謝の言葉を言いますか？よかったらコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。